基本的な知識とメンテナンスさえやっていれば半永久的に動くものなんですよ。当然シリンダーの中にピストンが爆発するために上下運動をさせているというのは基本的なレシプロのエンジンの構成ですけども、当然こすってますからね。こすってるってことはあるところがどうしても減っていく、正規な圧力で押さなくなるということは爆発力も下がってくる。急激にじゃないですよ。徐々に徐々に。これはしょうがない、機械である以上。だからある程度の何らかもう体感的にも非力になってきたなと思ったらば、そこら辺周りを調べるっていうのは大事でしょうね。60年代70年代のオールドアルファのエンジンっていうのはオーバーホールせずに大体何万キロぐらい走るもの？自動車って不思議なもんで、いくらメンテナンスしてても乗ってないとそのメンテナンスに意味がなくなっちゃうんですよ。ですから聞いたことをおありになると思うんですけども、タクシーありますよね。正確ではないですけども、タクシー会社が新車としてドライバーにあてがうために車を1台下ろすと。そうすると50万キロ60万キロ、トラックなんかはもうそんなの当たり前で使ってますよね。で仕事をする車なんで、休ませると利益にも結びつかないんで、ほぼ毎日動いてますよね。あの状態がベストなんですよ。1週間に1回腕利きのね、もう工場にいつもメンテナンスしてもらってるんだと。でも一月に1回下手すりゃ2ヶ月に1回乗るか乗らないかっていうんだ、もうそれだけでね相当レベル下がっちゃうんですね。エンジンはもう熱の塊ですから、それが今日タクシーは乗った、もう夜まで走ってたで、わずか数時間翌朝までの時間は休むわけですけども、そうするとエンジン冷えてきますよね。でまた次の朝下手すると冷え切ってない状態でまたエンジンで火が入る場合もあると思う。むしろそれくらいの状態の方が現状維持は維持できるんですね。で減るべきところも減らないんですよ。もちろんその間にはオイル交換も必要な時に必要なことはどんどんやっていくんですよ。でも車自体は動き続けると、動かしてた方がいいんですよ。で正直言って私もまだ動き出す前の車があります。で当然僕それ分かってるんで、なるべく動かしたいんですね。でも悲しいかな、もう優先する仕事があるんで、その時間なかなか取れないんですよ。でどうするかっていうと、もう最低の最低のレベルなんですよ。でもやらない方がいいよりは確実にやった方がいい。乗り込んでエンジンかけますね。どこの皆様も前後ガレージ開ければ前は道だけど12メーターの余剰地はあると思うんですよ、後ろも含めてね。でエンジンかけます。エンジンの動きを音も含めてずっと見てますよね。そしたらしばらくオイル回したら、僕はね1750か2000回転ぐらいにわーっと煽るんじゃなくてわーっと上げるんですね。それでね5分ぐらい回しっぱなしにするんですよ、踏みっぱなしで。それが終わったらスーッと下ろしますよね。その時点で今度はマニュアルの車だったら一足入れて、オートマチックだとすれば D レンジ入れて、要は車を動かすんです。2メーターでもいいんです。その時にブレーキバーンと踏むんですよ。バックもそう。それを4、5回やりますかね。あとヘッドライトもつけるんですよ。方向視域もつけるんです。ハザードもつけるんです。要は電気系統全部動かすんですね。電気流してあげるんです。それとブレーキに関してはわざと強烈に踏んでやるんです。バーン。そうするとブレーキの中もエンジンと同じようにピストンが入ってますから、それが動く。要はこれが固着したりとか1ヶ月に1度2度っていうんじゃやっぱり動きがないんで、油膜が切れたりとかいうこともなきにしもあらずなんで、動くものは動かすと。
電気は全部流すと。これやってるだけでも全然違いますよ。電気やっぱ流した方がいいんです流か？した方がいいんです。流さない、流すと接点不足を動作させるために介在しているリレーがありますよね、箱が。あの中もこう接点で動くわけですけども、これがほったらかしにしとくと動くものが動かない。リレーは接点があるんでこうなるわけですよね。ここも接点、ここに導通させてあげる、電気を流してあげる、光った状態になるわけです。だからいつ動かしてもそれが動作するけれど、ほっぽらかしで高湿度なんつっていうとこれがわけわかんなくなってくる。動きの頻度っていうのをどのぐらいのペースで？もしできるんだったら1週間に1回。それだいぶ変わりますか？違います、違います、それくらいしたいですよね。まあ何らかの都合でどうしても乗れないと。で3ヶ月後にエンジンがかかって近所ちょっとね行ってなかったから走ろうか。車によってはもうブレーキの効き方が違います。タイヤも車庫に置いとくと当然荷重一定方向の一箇所に集中して荷重かかってますから潰れてる状態ですよね。だからタイヤだって置いてあるところを見ると下の部分だけぷくって横に膨れてますでしょ。あれが数ヶ月そのまんまの保持だとへこんだ状態でタイヤが回り始めるわけですよ。そうするとタイヤはコト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 その場所になるとね、要は深淵が出てない。だから乗り心地もあり、そういうことも起きてくるんで動かすということ。あんまりやんない方がいいのはエンジンかかったからエンジンだけ普通そう思うじゃないですか。エンジンかかったらまあねエンジンのオイルが下に落っこっちゃってるから上に上げるためにもエンジンだけかけとけばいいやと。それやるとねカーボンたまるだけなんですよエンジンの中に。